世界大戦争の後の希望。昔々、世界大戦争の後、ある小さな村に貧しいけれども心優しい少年が住んでいました。彼の名前は匠。匠には親友の犬ポチといつも一緒にいる猫のミケがいました。ある日、匠は村の外れで古びた飛行機を見つけました。飛行機は長い間放置されていたようで、草に覆われていましたが、匠の心には何か特別なものを感じました。彼はポチとミケと一緒に飛行機を修理しようと心に決めました。毎日、匠は学校が終わると飛行機のところへ行き、ポチとミケと共に修理を続けました。匠はまず飛行機のエンジンを調べました。エンジンは錆びついていましたが、彼は丁寧に部品を取り外し、一つ一つを磨き直しました。ポチはその間、匠のそばで見守り、ミケは飛行機の周りを駆け回っていました。村の人々は彼を笑いましたが、匠は諦めませんでした。彼の心は飛行機が再び空を飛ぶ日を強く夢見ていたからです。ある日、村の子供たちが興味本位から少しずつ集まり、匠の修理を手伝い始めました。みんなで力を合わせて、飛行機は少しずつ元の姿を取り戻していきました。しかし、村には悪者のグレンという男がいました。グレンはかつて優秀な技術者でしたが、ある事故で家族を失い、その悲しみから心を閉ざしてしまいました。彼は自分の夢を諦めたことを後悔し、匠の夢に対する情熱を逆にやむようになったのです。夜になると、グレンは一人で家の中に閉じこもり、過去の幸せな日々を思い出しては涙を流していました。彼の心には深い傷が残り、他人の夢を見ては自分の失ったものを思い出してしまうのだった。ある夜、グレンはこっそりと飛行機の部品を盗み出し、匠が修理を続けられないようにしました。次の日、匠は飛行機の部品がなくなっていることに気づきました。彼は強いショックを受けましたが、ポチとミケの励ましで再び立ち上がり修理を始めました。匠は村の人々にも助けを求め、心ある者たちが部品を探し始めました。すると村の人々は匠の熱意に心を動かされ、ついにみんなで協力して部品を見つけ出しました。しかし、グレンは再び邪魔をしようとしました。ある日、匠が飛行機の修理をしていると、グレンが現れました。お前なんかに飛行機を直せるわけがない、とグレンは嘲笑しました。彼は匠の工具を奪い取り、地面に投げ捨てました。匠はまたびっくりしましたが、ポチとミケがすぐ彼のそばに寄り添い、励ましました。匠は深呼吸をして立ち上がり、グレンに向かって言いました。僕は諦めない。飛行機を直してみんなに勇気と希望を届けるんだ。グレンはその言葉に動揺し、心の中で葛藤していた。本当にこれでいいのか？彼は自問自答しながら過去の自分を思い出していた。かつての夢を諦めた自分と今の匠の姿が重なり、胸が痛んだ。匠、君の言う通りだ。僕は間違っていた。グレンは涙を流しながら言った。僕もかつては夢を持っていたんだ。でも、すべてを失ってからは、他人の夢を見るのが辛くて仕方なかった。
匠は静かにうなずき、グレンの手を握り返した。一緒に飛行機を直そう。君の技術が必要なんだ。グレンは驚きと感謝の気持ちでいっぱいになり、匠と共に飛行機の修理を続けることを決意した。彼の心には再び希望の光が差し込んでいた。その時、匠の前に一匹のウサギが現れました。そのウサギは普通のウサギではなく、魔法の力を持っていました。ウサギの名前はルナ。ルナは匠の勇気と優しさに感動し、彼を助けることにしました。匠は幼い頃、村の古い伝説を聞いたことがあった。それは困難に直面した時に現れる魔法のウサギの話だった。村の長老はいつも言っていた。真に勇気と優しさを持つ者の前に魔法のウサギが現れるだろう。匠はその話を心の片隅に留めていたが、まさか自分がそのウサギに出会うとは思ってもみなかった。ルナは匠に言いました。私の魔法はあなたの努力を助けるためのものです。あなたが本当に必要な時にだけ使えるのです。匠はうなずき、ルナの言葉を胸に刻みました。彼は再び飛行機の修理に取り掛かり、困難に直面した時にだけルナの助けを借りました。例えば、どうしても外れないボルトがあった時、ルナがそっと魔法を使ってボルトを緩めてくれました。匠はその度に感謝し、さらに努力を重ねました。さらに、ルナはグレンの心を変えるために魔法を使いました。彼女はグレンの前に立ち、優しく言いました。あなたの心にも優しさと勇気があるはずです。ルナが手をかざすと、グレンの心に温かい光が差し込みました。グレンはその光に包まれ、素直な気持ちを取り戻し、自分の行いを反省しました。彼は涙を流しながら匠に謝罪しました。ごめんよ、匠。僕も手伝わせてくれ。匠は微笑み、グレンの手を握り返しました。こうしてみんなで力を合わせて飛行機を修理することができました。こうしてみんなの努力により、なんと飛行機は再び空を飛びました。匠とポチ、ミケ、ルナ、そしてグレンは飛行機に乗り込み、村の上空を飛び回りました。村の人々は歓声を上げ、匠の勇気と努力をたたえました。その夜、匠たちは飛行機の中で眠りにつきました。翌朝、日の出とともに目を覚ますと、太陽の光が飛行機を優しく包み込みました。ルナは匠に言いました。太陽の恵みは私たちに新たな力を与えてくれるのです。匠たちは太陽の光を浴びながら新たな冒険に出発しました。彼らは近くの戦争で荒廃した大都市に住む貧しい子どもたちに希望を届けるために、飛行機を使って食べ物や衣服、ポンなどを届ける計画を立てました。村の人々もこの計画に賛同し、みんなで必要な物資を集めました。匠とポチ、ミケ、ルナは飛行機に物資を積み込み、いよいよ出発の日がやってきました。村の人々は彼らを見送り、成功を祈りました。荒廃した大都市に到着すると、匠たちは貧しい子どもたちに物資を配り始めました。子どもたちは驚きと喜びでいっぱいになり、匠たちに感謝の気持ちを伝えました。ポチとミケも子どもたちと遊び、
みんなの心を温めました。その中で匠は一人の少年ケンと出会いました。ケンはとても賢く夢を持っていましたが、貧しさのために学校に通うことができませんでした。匠はケンの話を聞き、彼を支援することを決めました。匠は村に戻ると、ケンのために奨学金を募る活動を始めました。村の人々も協力し、ついにケンが学校に通えるようになりました。ケンは一生懸命勉強し、将来は戦争で傷ついた人々のために医者になるという夢を叶えるために努力していました。匠とケンは親友となり、ポチとミケ、ルナも含めて彼らの絆はますます深まりました。匠の勇気と優しさは村だけでなく大都市の人々にも広がり、多くの人々が協力し合うようになりました。そして匠たちの冒険はまだまだ続きます。彼らは新たな場所へ飛び立ち、困っている人々に希望と勇気を届け続けました。太陽の恵みを受けながら匠たちはどこまでも飛び続けました。